ようございます。パティシエール、今日のおやつです。今日のおやつはチョコクッキーサンドです。濃厚で滑らかなガナッシュをサクサクっとしたチョコクッキーでサンドしました。シンプルですがとても美味しいです。バレンタインにぜひ作ってみてください。まずはチョコクッキーを作っていきます。常温に戻したバターをよく練って粉糖を加えていきます。ここでしっかりバターを常温に戻してよく練っていくことが大切ですね。ダマがない状態にしていきます。クッキーがあまりにも柔らかくなってしまうと後で状態が悪くなってしまうので、戻しすぎはちょっと注意してみてください。ふるった粉糖を加えていきます。これはグラニュー糖とか、あとは上白糖とか他のお砂糖を使ってしまうとクッキーがちょっとザラザラしてしまうので、粉糖がおすすめですね。最初のうちは飛び散らないように混ぜて、あとは普通に混ざれば OK です。泡立て器を使わずに空気をあんまり含ませないように混ぜていく感じですね。今回は平べったく真四角に焼き上げたいので、あんまり膨らまないように泡立てないで作ります。ここに卵黄を加えてよく混ぜていきます。冷たい卵黄を使ってしまうとバターがギュッと締まって固まってしまうので、必ず常温に戻した卵黄ですね。混ぜるのが心配な方は半分ずつとか混ぜていくと、バターと卵黄がきれいに混ざりやすいです。しっかり滑らかに混ざっていれば OK です。ここにふるった粉類を加えていきます。一気に加えちゃって大丈夫ですね。ここでのポイントは切るように混ぜるっていうことです。ここでネリネリしてしまうとクッキーが後で硬くなってしまうので、バターに水分を吸わせるようにしながら切ってそこからひっくり返してっていうのを何度も繰り返していくような感じですね。切ってそこからひっくり返してっていうのを繰り返していきます。結構粉が多くて水分が少ないレシピになっているので、根気強くこの作業を繰り返していってそぼろ状になるぐらいですね。こんな感じで生地がポロポロしてきたら今度は押し付ける作業をしていきます。ここでもまとめるためにあんまり練ってしまったりするとクッキーが後で硬くなってしまいます。なので下からすくい上げて上から押すっていうのを繰り返して一塊にしていく感じですね。ぐるぐる混ぜたりしないように十分注意してください。こんな感じで一塊になっていきました。もしここでポロポロしない場合はちょっとバターを柔らかくさせすぎなので注意してみてください。ラップに包んで冷蔵庫で冷やしていきます。この時にポロポロしたままだと後で結構ボロボロってなっちゃうので、しっかり固めて一塊にしてから冷蔵庫に入れていきます。ちょっと薄くしてあげることで後で扱いやすくなるので、平べったい形にして冷蔵庫に入れておきましょう。できれば一晩ですね、休ませていくといいです。この後ガナッシュも作るんですが、ガナッシュも一晩休ませるので、前日に両方とも作っておくっていうのがいいかなと思います。ではガナッシュを作っていきましょう。チョコレートをオレンジにかけて溶かしていきます。600ワットで3分くらいですね。溶けてない分は溶けているチョコに沈めて余熱で溶かしていきましょう。レンジで2分ぐらい温めた生クリームを上からかけて、完全にチョコが溶けている状態になったら中心から混ぜていきます。これいきなり全体混ぜちゃうとザラザラとなってしまうんですけど、中心をこの根気強く混ぜていくことでツヤツヤの美味しいガナッシュができます。前回のマカロンとか生チョコの動画でも詳しくお話ししているので、もしよかったら見てみてください。ツヤツヤの美味しいガナッシュができていれば OK です。ここにラム酒を加えていきます。これはお好みなので他のお酒でもいいですし、お酒入れなくても何でも大丈夫です。私はラム酒かコアントローとかもチョコに合うと思いますね。コアントローはオレンジのお酒です。しっかりとツヤがあって綺麗な状態になっていれば OK です。型に流していきましょう。今回はカードルっていう四角い型を使っています。これをもしお持ちでなかったらタッパーとかパウンドケーキの型とかでも大丈夫です。真四角なものがいいですね。後でカットします。冷蔵庫で一晩冷やしておきましょう。はい、次の日ですね。2日目になります。
クッキーがしっかりカチカチになっていると思うので、叩いて柔らかくしていきましょう。結構粉が多いレシピなので、しっかり硬い感じですね。その分、後でサクサクホロホロっとした美味しい食感になります。綿棒でしっかり叩いて、重ねたりとかもしながら叩いていく感じですね。手でやるのは結構大変ですし、手で温まってしまうとバターがベタついてしまったりするので、最初のうちは綿棒です。で、ある程度柔らかくなってきたら、ぐーっと押し付けるような感じで、練っていくような感じですね。全体の硬さを均一にしていきます。あんまりすごいカチカチにするためにやっているのではなくて、硬さを均一にして伸ばしやすくする作業ですね。こんな感じで一塊になるようにして、で、四角くしていく感じですね。できたらまた綿棒で叩いて、ちょっと薄くなったところをラップで包んで伸ばしていきます。ラップで包むとベタベタしないので伸ばしやすいですね。このラップも結構固めのものを使うか、あとはクッキングシートとかそういったもので挟んだりしても大丈夫です。で、綿棒でしっかり伸ばしていきましょう。さっきのカードルが15センチだったので、15×30 センチ以上のクッキーを作っていきます。で、後で切りと落とす分も考えて 16×32 センチに伸ばしていこうと思います。これは自分がお持ちの型に合わせて伸ばしていって OK です。厚さは5ミリにしていきます。ある程度分厚い方が少しクッキーの食感が良くなりますね。ここはしっかり真四角に伸ばしていくだけで OK です。5ミリの厚さに均一に伸ばしていきましょう。クッキーは見た目よりも全然手間がかかりますよね。クッキー生地を作って、で、冷蔵庫で寝かせて、で、それをまた伸ばして、で、型を抜いて焼いて、結構手間ですけど、なんか定番のお菓子で皆さん最初に作るお菓子でもありますよね。私も幼稚園の頃に初めてクッキー作りしたのを結構覚えています。今でも楽しい思い出ですね。パティシエになったきっかけでもありますね。しっかりときれいに伸ばせたら一度冷蔵庫で冷やしてからカットしましょう。だいたい30分ぐらい冷やして固く締めてから切っていきます。硬くなってれば OK っていう感じですね。で、あとは目盛りをつけて包丁で切っていきましょう。今回はちょっと YouTube 用っていうので見栄えも考えて5センチ角に切ったんですけど、結構ガナッシュもたっぷりですし大きい感じになるので、3センチとか4センチでもいいかなぐらいの感じですね。ご自身でお好きなサイズにカットしてみてください。端っこの部分は切り落として目盛りをつけてきれいに真四角に切っていきます。で、ちょっと伸ばした方向が縮みやすいですね。結構縦にいっぱい伸ばしたので、5、5、5、5、5ってずっと目盛りをつけていくっていうよりかは、5.1 ぐらいで全部目盛りをつけてカットしていきました。ほんのちょっと縮む分を考えて切っていくような感じですね。真四角に切ると余分な部分が少ないですね。丸く抜いたりしても全然 OK です。ハートとかも可愛いですね。綺麗に真四角にできたら予熱をしたオーブンで焼いていきましょう。170度のオーブンで15分前後が目安になります。ほとんど膨らんだりしないので、そんなに間を空けずに並べても大丈夫です。表面が綺麗な方を上にして並べていきましょう。もしここで結構クッキーがデロデロに柔らかくなっていたりしたら、冷蔵庫で一度冷やしてからの方が綺麗な形に仕上がりやすいです。焼いている間にガナッシュを切っておきましょう。型から外していきます。もし綺麗に外したい場合は、型を周りちょっとバーナーで炙ったりとか、あったかいタオルとかで温めると綺麗に仕上がります。なんかちょっとこの時急いでたんで、普通に包丁で切っちゃったんですけど、綺麗に仕上げたいよっていう場合はやってみてください。結構柔らかさがギリギリなんですよね。すごく柔らかくて美味しい仕上がりになってます。で、これも結構綺麗に真四角に切っていくだけですね。
あとはガスの火で温めながら切っていくと断面が綺麗に仕上がります。スパッとチョコが溶けながら切れていくような感じですね。クッキーが焼き上がりました。こんな感じでスプーンとか指とかで押して確認してみてください。しっかり弾力があれば OK です。ほんの少し縮みとかが出ていると思うので大きさは揃えてあげましょう。そして、5分、10分くらい置いてまだほんのりあったかいよっていうぐらいのところでサンドしていきます。先ほどのガナッシュですね。これを乗せて、あとはサンドしていくだけです。温かいうちにこのようにサンドしていくと、ガナッシュが程よく溶けて、しっかりと密着します。プレゼントする場合はラッピングも可愛いですよね。最後にラッピングの仕方もご紹介していきます。一体化して美味しいクッキーになります。最後までご覧いただきありがとうございました。ラッピングは透明のフィルムで行っていきます。OPP フィルムっていうのをネットで購入してもいいですし、100均とかの袋を切っても OK です。このように今ちょっとキャラメル包みっていう包み方みたいな感じですね。してあげるだけで結構おしゃれな仕上がりになります。クッキー真四角に仕上げたので、こうやって包んであげるだけでも可愛いですよね。バレンタインのプレゼントにもいいですし、とっても美味しいので自分用にもぜひ作ってみてください。